どうも皆さんこんにちは。ロックンクローラーズです。今週もですね、週刊誌クローラーをやっていくんですが、2週間ぶりになりますね。結構ネタがね、多いので抜粋してやっていこうと思います。前回はですね、アートフルドジャーズのこちらのね、パスファインダー LCG 写真の紹介で終わりました。A メインホビーがですね、新しいショールーム、そして本社移転したよっていう話とかですね、クロス RC EMO X3 のですね、レビューやっております。この辺もチェックしていただきたいんですが、一発目はこれですね。エレメントエンデューロの ZOOL の IFS2 が搭載した RTR ですね。ZOOL って結構忘れられていたマシンのような気がするんですけれども、去年のね、夏ぐらいにね、この ZOOL の、ベージュのね、これですね。これが出ています。下はゲートキーパーですね、完全に。だからエクトとかと同じ、このトレーリングアーム式サスペンションね、これを採用したホイールベース 324mm の、ゲートキーパーのシャーシー、エンデューロのゲートキーパー化されたものに、こういうね、ちょっとね、かっちょいいボディが乗っているというものの新しい、色がね、こういうスクラッチボディになっていて、自分で削るとですね、このブルーの下にね、サビの色がこう再現できるというですね、今までね、ブラックボディではあったんですけれども、このブルーボディでね、採用してきたのは初ですね。かっこいいと思います。そして、なんといってもですね、これにはですね、RTR では2代目となるですね、IFS2 ですね、独立喧嘩のサスペンションが搭載されています。画像がね、あんまね、わかりづらいんだけど、これか。これユートロンとかでは、標準でね採用されているんですが、IFS2 はですね、そのコンバージョンキットが出てからですね、しばらく経ってやっとですね、標準のエンデューロに、これが搭載された RTR が出てきたという感じですね。非常にこれ強力な、いいね製品、この、ね、機構ね、WBC ボーンのこのサスペンションシステムいいので、これはねちょっと注目ですね。そしてですね、メカ系がですね、これフライスカイですねの、受信機と ESC 一体型のものにですね置き換わり始めてますね。エレメントね、プロポもユートロンとかからねもうフライスカイ車線になってるんですけれども、 ESC はねまだねユートロンではねあれだったんですよ、リーディだったんですね。ただこれからこのZOOL のね IFS2 バージョンからですね、これ LED のね実はコントロールとかもできるですね。ほらフラッシュとかね、ヘッドランプとかあるでしょ。こういうのもついた一体型の ESC がね出てきてますね。なかなか興味深いです。そしてですね、またちょっと LCG ネタなんですが、このなんかエクゾっていうですねメーカーがあるんですね。そこのですね、ちょっとねかなりハードな、これコンペクローラーのもうシャーシですけども、ちょっと興味があったので紹介しました。最近ですね、なんかシーンはですね、なんとなくコンペクローラーの方にまた向き始めているのかなっていう気がします。もちろんですね、通常のスケール LCG も楽しみつつですね、よりですね、ハードなですね、走行を楽しみたいというですね、コアな方たちがですね、世界中でですね、こういうコンペクローラー、昔のコンペクローラーよりももうちょいスケール寄りなんですけれども、その辺のね塩梅をね模索してるっていう感じが僕はすごくして見ていて面白いんですけれども、こういうものがですね、各ですねメーカーからですねやはり出てきていますね。これ新製品ってわけじゃないんですけれどもね、このメーカーのね。でこのエキゾっていうメーカーはですね、こういうトランスミッションですね、こういうのも出していたりとかですね、かなり、ちょっと興味のあるexos.com、 ちょっとチェックしてみていただければ面白いんじゃないでしょうか。そして次はですね、ちょっとサクッとこれやりますけれども、バンガーレーシングっていうですね RC カテゴリー、元はもちろん実車のカテゴリー、こういうねぶつけ合ってねレースするっていうやつあるんですよね。それがですね、このケビンがですねこのラジコンを紹介してました。で調べたらですね、このカムテックモデルスポーツっていうですねメーカーがこのバンガースポーツのキットをね作っているんですね。これイギリスのメーカーですね。こういうねもうキットです。もうサーボとかも入ってるキットで、こんな感じ、もうぶつけること前提なんで、こうシャーシのね裏はこういう鉄板になってます。
これね、ちょっと面白いですね。で、しかも興味深いのが、これがですね、この機械式のね、ESC なんですよね、ついてるのがね。これ懐かしいですよね。こういうのがね、意外と安いんですよね。19,000円ぐらいで、現地では販売しているということでですね、ちょっとね、これも再生できないね。こういう感じね。ちょっとね、興味あるんで、これはね、日本でなかなかね、こんなのやる人いないと思うんですけれども、ちょっとね、面白そうなんでね、紹介しました。そしてですね、今回の一番の注目はこれですね。ラーロの7分の 1MK07 ということで、7分の1スケールのね、ラングラー、クローラー出るみたいですね。ラーロってこれ覚えてますかね。うちのブログで紹介したんですよね。去年だったかな、一昨年だったかな。これ結構やっぱり注目してる人多いみたいで、なのかわかんないですけど、この記事すごい読まれたんですよね。で、そんなラーロ、これ中国のメーカーなんですけれども、そこからですね、初めてのクローラーが出たということで、僕的には非常に興味があります。710mm、ホイールベース439ってことでですね、これでかいですね。7分の1ってことで、アキシャルの SCX6 よりはちっちゃいです。もちろん。でも、クロスの EMO シリーズ8分の1よりはもちろん大きくて、本当にね、ぴったり7分の1っていうような感じがします。あんま7分の1スケールのクローラーってないですよね。アメリカメーカーではないし、中国のメーカーでも7分の1ってあんまり聞かない。これが OEM とか ODM なのかはちょっとわかんないですが、多分これ完全なオリジナルの、ラーロオリジナルのですね、もののような気はします。なんかこのミッションとかなんか見たことがあるような気もしないでもないんですが、まだね、詳細がちょっとわからないんですよね。価格とかもわからないんですが、色はね、この5色ですね。ジュラシックパークっぽいこういうのもあるみたいです。プロポもね、付属していますね。これなんか HOT-RC の、なんか OEM 品みたいですね。多分技適はないと思います。メーカーはですね、ブラシ版とブラシレス版でなんか2パターンあるのかな。なんかそんな感じですね。ちょっとね、まだね、詳細は出てないんですが、これ分かったらね、また紹介していこうと思います。でね、ちょっと動画の紹介なんですけど、ラジコンラジオってことでですね、新しいね、喋り系の動画始めました。ラジコンラジオってことでほとんどテロップとかもなくですね、どっかのね、メーカーのウェブサイトとかを見ながらですね、ああでもないこうでもないってずっと喋ってるだけの動画です。このシリーズね、結構動画作るのが楽なので今後もねちょっとねシリーズ化していこうと思ってます。あと旋盤という手段みたいな感じでね、旋盤買ったら幅広がるなとかですねあるんですが、これですね、 3D プリントボディの、ランクルのね新しいやつね、250っていうの、250っていうの、これのですねボディがね早速ですねもう出ています。 3D プリントのねデータで販売されているって感じですね。でこれがですねフーンズ RC さんって韓国のね方が早速ですねもう組み上げてですねレビュー動画上げてたんですよね。これがねすごいいいなと思って面白いなと思って紹介しています。データはですね、5000円ぐらいで買えたかな。なんかこのアレッサさんって方がですねカルト 3D で販売しているデータで4168円か。結構ね作るのは大変だと思います。塗装とかもね。でこれ 3D プリントのちょっとねこれフーンズさんではプロモーションでねこの JLC3DP っていうですねメーカーとコラボしてですねここでプリントをしているんですけれども、これね面白いサービスで、いわゆる日本でいう DMM.make みたいなサイトですね。データをねホームページでアップして自分でですね素材とかをですね選択して金額が出るんで、それで OK だったらですね発注すればですね、プリントされたものが送られてくるという、そういうサービスで DMM.make よりもですねこの JL3DP はですね5分の1からですね下手したら10分の1ぐらいですね価格安いですね。
国際送料入れても。これは、使ってみてもいいかなと思いましたね。G3DP。これね、一見さんって電子工作系の、YouTuber の方が、ここのね、JLC PCB っていうね、基板のね、制作やってる会社あるんですけれども、そこと同じ会社ですね、の 3D プリント版ですね。そしてですね、中国でね、模型博覧会、エキスポが行われましたね。これのですね、リポートをですね、OBL ホビーのね、愛さんにご協力いただいてですね、各ブースのですね、写真とかをね、チラチラと、紹介しております。ちょっとね、簡単に言うと、トラクションホビーのね、ブース、これはね、日本の代理店がありますので、バッチリですね、紹介しております。そして、イーコンですね。結構ね、人気のあるイーコン。ここでですね、このね、なんかね、LCG っぽいのね、新しいの、これ出るのがちょっと僕は楽しみですね。そして RGT からはですね、ランクルのね、71ですよね。これがもう発売されてますね。こういうのの、ブースとかもありましたね。そしてですね、船舶関係とかもあるし、あとカリスマのブースとかもね、ちょっと取材してもらいました。これ、イヴァン・カリスマさんですね。カリスマのオーナーの方ですね。あと、さっき言ってたラーロですね。これはですね、ちょっと忙しくてですね、ラーロブース行けなかったってことで、ラーロのね、動画から使用許可を得て紹介しています。あと、プロポとかね、そういう FMS のメーカーとかですね。そんな感じですかね。来年は行きたいなとか思いましたけれども、さすがにちょっとね、本業があるんでね、行けないとは思うんですけれども、やっぱり日本と中国のですね、このラジコン系の、ホビー文化っていうのはやっぱりね、全然、天と地ぐらいの差があるなと僕は思いました。そのレベルは別としてね、市場規模が違うっていう意味でね、やっぱり日本のホビーというか、日本のラジコン業界はガラパゴスだなと感じましたね。ってことでですね、今週はこんな感じですかね。ちょっとね、また長くなるとあれなんで、サクッとやりましたが、いかがだったでしょうか。ゴールデンウィークね、始まりましたね。皆さんね、ラジコンバンバンね、これからね、季節的にもね、出かける季節なんじゃないでしょうか。僕もね、どっかでね、ミッキーロック行きたいなと思っているんで、またその様子はリポートをしようと思います。ということでね、今回もね、やってきたんですが、いかがだったでしょうか。またね、次回、各週ぐらいかな、多分ね、やっていこうと思うんで、それではまたその時まで。さようなら。